今日はタイのお土産を買いに行こうと思ってるんですけども、皆さんはタイ土産っていうとどういったものを思い浮かべるでしょうか？タイ料理味のインスタントラーメンだとかスナック菓子とかが多いと思うんですけども、せっかくなら珍しくて体に良くてかつ安いものがいいと思うんですよね。なので今日はそういったタイ土産を買うのにすごくもってこいな場所がここチェンマイにあるので、そこに行きたいと思います。で、このお店がそうなんですね。ベジタリアンセンターって言って、Google マップにはカッコして精進料理レストランって書いてあるんですけど、言いやすいので僕はずっと精進センターっていう風に言っていました。レストランとは言ってるんですけど、いろんなものをね、売っているんです。タイの仏教系の慈善団体が運営しているらしいんですけども、なかなかね、興味深い場所なので、ここをちょっと中に入ってみたいと思います。ここが入り口です。で、中に入るとですね、こうやって野菜とかを売っているんですよね。で、多分おそらくなんだけど、自分たちで育てたものがここに並んでいると思います。このお店はですね、滞在先から近かったので、もうほぼ毎日のように通っていました。季節柄菜の花も売ってたんですけど、綺麗だったので部屋に行けました。で、その奥に入っていくと食べ物だとかいろんなものを売っているお店があるんですね。で、ここに並んでいるものはこうやって多くがオーガニックだったり有機栽培されたものだったり添加物とか入ってない、あとは化学物質とか使われていないものが並んでいます。で、こうやって棚に所狭しといろいろなものが売られています。で、この辺りがお茶コーナーでした。これはオーガニックのステビアハーブティーですね。なのでちょっと甘いんだと思います。これもハーブティーです。何種類かハーブとかお茶が入ったものみたいです。母は鈍いとかって書いてあるんですけど、これ Google 翻訳なので、たまにね、変な訳が出てくると思うんですけども、ご了承ください。で、これはね、花ですね。ローゼルっていう花ですかね。で、それのお茶。まあお茶というか、それにお湯を注いで飲むもの。で、これはね、買ったんですけど、でっかいグレープフルーツを輪切りにして乾かしたみたいなやつとか、さっきの多分ローゼルも入ってると思うんですけど、あとは甘めのなんか果実を干したものが4種類ぐらい入って、で、お湯注いで飲むとね、ちょっと甘酸っぱくって、ちょっとスパイシーですごく美味しかったです。あとはね、穀物を粉にしたものをすごくたくさん売ってたんですよね。これは、きびをすりつぶしたものです。でね、これお土産に買ってったんですけど、カップの絵が描いてあるじゃないですか。だから、穀物コーヒーなんじゃないかなと思って、穀物コーヒー好きな人にお土産で買ってったんですけど、飲んでみたら全然違うと。きな粉を溶かしたような味がして、茶色くもないし、コーヒーっぽくもないし、よくわかんなかったと言ってましたね。で、あとね、タロイモと玄米かなの粉末になった粉も売ってましたね。で、カップの絵がやっぱりこれにも書いてあるので、おそらくこれにお湯注いで、スープとかおかゆとかおもゆ的な、そんな感じで飲むのかなっていうふうに思います。あとね、これも粉なんですけど、何の粉かというと、米ぬかですね。米ぬかもたくさんの種類が売ってたんですけど、説明を見ると、振りかけてご飯に混ぜるとか書いてあるんですよ。日本だと米ぬかっていうと、ぬか漬けのね、ぬか床にするとかなのかなって思うんですけど、米ぬか食べるんだなっていうふうに思いました。他にもですね、この辺りは虫除けがかなりたくさん売っていましたね。で、これはもう絵を見てわかる通り、蚊よけです。蚊よけのクリーム。薬草からって書いてあるんですけど、化学的な物質は入っていません。これは色違い、オレンジの香りだそうです。一回使ってみて、すごく香りもいいし、あと効き目がすごいんですよ。これ塗ってるとね、本当に蚊が寄ってこない。これはいいなと思ってお土産で何本か買いました。裏の成分見てみても、モリンガ油とかごま油、ユーカリとかね、もうすべてハーブだけで作られているみたいです。で、これはね、液体ですね。スプレー状になったものです。これも裏面の表示を見ると、オイル、ペパーミント、ほぼ植物性の成分です。値札は赤い字で書いてあるのが1本の値段ですね。で、これを6本買うと結構ね、割引になる。お土産にまとめ買いするとお買い得だと思います。この液体のスプレータイプの蚊よけもかなりの種類がありました。蚊だけじゃなくてね、虫全般的に使えるんじゃないかなって思います。
で、あとこれは蚊取り線香ですね。これも化学的な物質の入っていないハーブだけの成分の蚊取り線香です。これも2、3パックお土産に買いました。シトロネラの他には白檀なんかも入っているみたいです。で、こうやってお皿に乗っけて滞在先でも使っていました。で、この辺りには化粧品類も売られていました。これも絵を見てわかる通り、アロエのジェルです。アロエベラとモリンガっていう植物のエキスが入っていて、保湿にいいらしいんですよね。顔とか体にも塗れるっていう風に書いてあります。これは色違い。ちょっと黄色っぽいですよね。ターメリックが入っているみたいです。これもメーカー違いでいろんな種類のものがありました。色もね、綺麗なんですよね。保湿だけじゃなくて、日焼けした後にそれをちょっと抑える効果も書いてあります。あと、アバイブーベっていうタイのスキンケアの有名なブランドがあるんですけど、そのアバイブーベの石鹸だとか商品もちらほら並んでるんですよね。ここは安売りのお店ぐらいの安さで売られているので、どういうルートで仕入れてくるかよくわかんないんですけどね。なので、アバイブーベもね、もともと高いものじゃないんですけど、もうちょっと安く買えるんじゃないかなっていうふうにも思います。でこれはね、お酢なんですけども、Google 翻訳で訳してみると、ココナッツの花から作ったお酢っていう風に書いてありました。あと、これもお酢なんですけど、皆さんこれ何だと思いますか？色からだとね、多分想像つかないと思います。これね、バナナのお酢らしいです。で、これ買ってみたんですけど、バナナの味が全然しないんですよね。で、やっぱお酢だから酸っぱいんですけど、これほんとバナナなのかなっていうぐらいバナナ感のないお酢でした。でも、美味しかったですね。酸っぱくて。ほのかに、甘みがある。あとね、お味噌も売っていました。これ分かりやすいですよね。味噌って書いてあって。で、これもオーガニックと書いてありました。あとは、これもね、ちょっとお味噌っぽいものだったんですけど、これ何かというと、ベジタリアン漬け魚って書いてありますけど、要は魚介類を塩漬けしたもの、だからナンプラーみたいなものですかね。それのペースト状になったもの。これもシュリンプペーストって書いてあるから、これはエビのナンプラーのちょっと固形のペーストのものだと思います。これもね、カピエって書いてあるんですけど、カピっていうのが魚とかを発酵させたペーストのものですね。だからこういう味噌っぽいものもかなりたくさんの種類が売られていました。あとは、これは何かというと、重炭酸ナトリウムって書いてあるんですけど、要は重曹ですね。で、重曹もね、いくつか種類が置いてあって、これ何に使うかっていうと、野菜を洗うようにっていう風にパッケージに書かれていました。重曹で洗うと農薬が取れるよっていうのがどの重曹にもね書いてあるんですよね。で、僕はその用途っていうよりは洗顔だとか歯磨きだとか体洗うとか、あと洗濯ですね、そういうのに重曹をいつも10年ぐらい前から重曹を使っているので、長期の旅に出ると現地で重曹をまず買うっていうのが最初にやることになるんですけど、この辺はね、お菓子コーナーですね。ブロックタイプのピーナッツを固めたようなお菓子。これはピーナッツが粒のまま残っているピーナッツバーっていうんですかね。これ買ったんですけどね、まあな味でした。なんだろうな。甘すぎたかな。これはオーガニックのココア。甘くないチョコレートでしたね。甘くないチョコレートの味がしました。苦味があって美味しかったです。で、あとこれはオーガニックピーナッツですね。ピーナッツもね、かなりのいろんな種類が売られています。これもまた別のピーナッツ。で、これ生なので、いったり電子レンジでチンをして食べるととても美味しいです。あとはカシューナッツですね。これはローストしたやつでした。ピーナッツはですね、肺と胃に栄養を与えるとか、咳を治すとか、脳と神経に栄養を与え、不調を遅らせ、記憶力を高めるというふうにいろいろかなりすごいことが書いてあるので、で、チェンマイで買ったピーナッツはオーガニックだったり、農薬使われてなかったり、しかも安い。だからこうやってナッツね、いろいろ種類を買って食べ比べをしたりしていました。ほんとね、タイのピーナッツは新鮮で美味しいのですごくおすすめです。で、この辺入り口はお米コーナー、たくさん種類があって、これも食べ比べをしたりしていました。
お店のスペースは棚が4列、通路が2列あって、一個一個見てるとものすごく時間がかかります。で、行くたびになんだろうこれと思って、タイ語だからわかんないから Google 翻訳とかで調べながら見てると、本当あっという間にね、何時間も経っちゃうので、余裕を持って出かけるといいんじゃないかなっていうふうに思います。で、物販コーナー以外のところも見てみましょう。野菜とか売ってたところのレジの周りなんですけど、レジ周りにもね、いろんな小物が売られているんですよね。レジ周りっていうのは国を問わず似たような感じになるんですかね。支払いの時に、じゃあこれもみたいなものをついつい買っちゃうものを置いているという。で、奥の方にはこうやってね、大型の冷蔵庫がで、ジュースとか飲み物とか冷えたデザートとかが売られていました。これはフルーツスムージー、ノーシュガーアデッドって書いてあるから砂糖入ってないよっていうことですね。これはベジタブルスムージー、野菜のスムージー。あとこの黄色いのはターメリックスムージーですね。とね、ちょっと気になったのがこのカップに入った緑のスイーツ的なやつ。これ何だと思いますか？気になって調べてみたんですけど、無毒のタコスとかって書いてあって、見た感じはね、ゼリーって感じでもないんだよな。ムースとかプリンみたいなものじゃないかなと思うんですけどね、結局なんだかよくわかりませんでした。なので買いませんでした。あとお菓子も売っていて、砂糖入りのピーナッツスナックっていうのも売っていました。で、ご覧の通り値段はやっぱりね、安いんですよね。で、しかもここはですね、ランチビュッフェもあるんです。お惣菜が作ってあって、自分で好きなだけ取れる。数年前まではイートインスペース、なんか食堂みたいにテーブルが並んで椅子があって食べられるようになってたらしいんですけど、コロナをきっかけに中で食べるのをやめてですね、テイクアウトだけになったみたいです。で、これね、お金がね、ドネーション制なんですよ。だから自分で払いたい分だけ払う。だからまあ10バーツでも20バーツでも100バーツでも5万バーツでも自分がこれに対して払いたい分だけ払う。で、食べたい分だけよそうっていうスタイルでした。で、器はね、こうやって自分で持ってくるんですよね。で、僕はスーパーで買ったお惣菜の容器を洗って使い回していました。で、これお米ですね。で、これは白いんですけど、玄米がある時もありました。で、あとはね、こういうスープというか、なんですかね、カレーっぽいものが多かったですね。ここはベジタリアンセンターっていうぐらいなので、肉料理はありません。だからこれ全部野菜です。ただね、これ肉じゃないかって思うような感触のものもあるんですよね。で、それはまあおそらく大豆ミートだとか、あるいはタイでよくベジタリアンのお店行くと出てきたのが、キノコ。マッシュルームを潰して固めて、まあなんか肉団子みたいなものが結構多かったんですよ。それはね、すごく美味しかったです。だからここの料理にもキノコミートみたいなものもありました。で、この時はもうお昼をちょっと過ぎたぐらいの時間に行ったので、そのぐらいに行くとね、少なくなってくるんですよね。お昼前に行くともっとたっぷり入っていて、で、種類ももしかしたら多いかもしれません。ここの営業時間は朝の8時から午後の2時までみたいなんですよね。なので夜は営業していない。営業日は火曜日から金曜日までです。だから土日月はお休みでした。でね、本当もう好きなだけ自分が食べる分だけよそっていいので、たくさん容器を持ってきていっぱい詰めている人とかもね、いますね。で、ここはね、本当にもう毎日のように通っていたので、どういうものを食べたのかをご紹介しましょう。ご飯がこれ2種類あるの分かりますか？右側が茶色くて、で、その隣が黄色いでしょ。で、これはカレー風味のチャーハン的なものでした。で、その左側は冬瓜かな、あと豆腐とか、えのきも見えますね。あとね、この赤いのがね、なんだろうな、赤キャベツか、あるいは花だと思うんですけど、鮮やかな植物が使われている時もありました。あとね、この赤いのはさっきの花ではなくて唐辛子なんですよ。だからこれはね、結構ピリ辛で美味しかったです。ベジタリアン料理っていうと、ちょっと薄味で脂っ気がないみたいなイメージあるかもしれないんですけど、ここの料理はね、味付けもしっかり味がついていて、ほんと美味しかったですね。だからこの料理がね、格安でというかもう自分で値段を決めていいので、こんな値段で食べられていいのかなと、本当に幸せでした。で、このショーケースの上にカゴが置いてあって、払いたい分だけお金入れてくださいって書いてあって、で、今お金を入れています。
さあこれでお土産と食べ物は買ったので、奥にもうスペースがあるのでそこも見てみましょう。リサイクルショップ的なスペースもあるんですよね。日用品から服から本からいろんなものが置いてあります。おそらくなんですけど、タイって日本人をはじめいろんな国から企業の駐在員として数年間滞在みたいな人が多いんですよね。で数年滞在した後に帰る、母国に帰る時にまあね、それも全部持ってくわけいかないから、でも捨てちゃうのもったいないしって言って、そういったものをここにね持ってくるんじゃないかなというふうに思います。だから結構ねハイブランドの商品だとか全然綺麗なものだとか多いんですよね。この辺服なんですけど、ブランドのものが並んでいたりします。本とか雑誌も置いてありましたね。日本語はもちろん英語だとかね、いろんな国のものがありました。でここのお店自体が西洋人とかね、外国人が結構多いんですよ。っていうか半分以上、大半がそうじゃないですかね。そんな印象があります。なので特に肉食べないとかビーガンの人がねここに通っているっていう、そんな印象を受けました。だからもう見るからにはこの人ヒッピーだみたいな、そういう人もねちらほら見ました。でこの辺はね、赤ちゃんのおむつだとか靴だとかそういったものも置かれていました。だからね、手ぶらでチェンマイ来ても、ここ来ればね、中古品で良ければ身の回りのものは格安で結構揃えられるんじゃないかなっていうふうに思います。でさっきのビュッフェも容器を忘れちゃった場合は1バーツで売っています。日本のレジ袋みたいな感覚ではないでしょうか。でそんな感じでお土産とお昼ご飯を入手したので、滞在先に戻ろうかと思います。目の前がね駐車場になっていて、6、7台止められるスペースがあります。あと僕はいつも自転車で来ていたので駐輪スペースもあります。目印はこの大きなゲートと車輪ですね。車輪は仏教のマークなので、もし来る場合はこの車輪とゲートを目印に来るといいんじゃないかなと思います。でどんなものを買ったかっていうのをお見せしたいと思います。で空き箱もねいっぱい置いてあってもらえるので、いっぱい買った場合はこうやって箱に入れられます。でまずはピーナッツを2袋買いました。これ自分で食べる用とお土産用です。カシューナッツと別のピーナッツも買いました。でこれがさっき言ってた穀物コーヒーだと思ってたけど、ただ穀物の粉でした。コーヒーではなかった。でさっき言ってたすごくよく効いていい香りの蚊よけです。スプレータイプも買いました。これもスプレーの方もねよく効く。ティッシュとかに染み込ませて置いとけばね虫除けになるんですよね。蚊よけは色違いで買いました。保湿と日よけのジェルです。あとこれはね岩塩です。長期の旅に出た時に塩も現地でよく買うんですけど、精製された塩ではなく岩塩を使うようにしています。2億年前の古代の塩っていう風に書いてあります。蚊取り線香、化学物質入ってないのでお香を焚いてる感じなんですよね。お香みたいな香りはしないんだけども、人体には無害なのでとてもおすすめです。今日買ったタイのお土産はこんな感じです。オーガニックだったり体にいいもので、しかも安くて、スーパーとかねデパートではあまり手に入らなくて、でもし売ってたとしても安い値段で買えるので、もし珍しくてかつ体に良くて安いお土産がチェンマイで買いたいなと思ったら、ベジタリアンセンター精進料理レストランに行ってみてはいかがでしょうか。場所はチェンマイの旧市街と空港の間ら辺にあります。大きな通り沿いにあるのでぜひ訪れてみてください。今日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。さようなら。